見た目は似ているこちらのテープ、用途も異なればテープの特徴も違います。こちらのテープなんか全部同じ用途。でもどう使い分けるべきなのかわからない。そこで今回はこれらのテープの特徴や使い分け方をわかりやすく解説。さらには DIY で役立つテープ活用術も紹介していきたいと思います。改めて先ほどお見せしたこの見た目の似ている2つのテープ。こっちが養生テープ、こっちがクロステープです。実際に伸ばしてみてもめっちゃ似てますよね。ではここでいきなり問題です。次のテープの使用用途で間違っているのはどれでしょう？ 1、養生テープで荷物の梱包をする。2、クロステープを壁紙の上に貼る。両方とも問題なさそうに感じますが、実はこれ両方とも間違いなんです。そもそも養生テープは主に建築や引っ越し、塗装の時などに床や壁を保護するために利用されることが多いです。台風の時の窓の飛散対策に利用されている方も多いんじゃないでしょうか。じゃあこっちのクロステープはというと、同じく現場の仮止めにも使われますが、梱包用に使われることが多いんです。でも別に養生テープでも梱包できるじゃんって思う人もいるかなと思います。この2つのテープ、実は粘着力が大きく異なります。そもそも使用目的が違うんですよね。がっちり固定、梱包をするから、クロステープは強粘着になってます。一時的に保護、仮止め、養生するっていうのが目的だから、養生テープは粘着力が弱く作られてるんですね。じゃあ実際にどれくらい強度が違うか見ていきましょう。こちらのアクリル板に両方貼っていきます。2種類とも貼りました。で、これを剥がしていきます。まずは粘着力の弱い養生テープから。もう簡単に剥がれますね。では粘着力の強いクロステープを剥いでいきます。これなかなか剥がれませんね。クロステープは粘着力が強いので、貼った素材に対してダメージが大きいことがあります。例えば段ボールに貼ったものを剥がすだけでも、これだけ表の紙が持っていかれちゃうので、これを壁紙でやるとなると恐ろしいですよね。でもこの粘着力があるからこそ、重量物の梱包なんかにはこっちのテープが活躍するわけですね。粘着力の弱い養生テープだとすぐに底が抜けたりすることがあります。2つとも固定に使えるテープではあるんですが、後で剥がすのかしっかり固定するのかで使い分けるようにしましょう。というわけでクロステープは梱包にも使うわけなんですけど、同じ梱包用でもまだまだこんなに種類があります。ということで次はこの梱包用テープの種類と使い分けを解説していきます。紹介するのはこの3種類です。先ほどから紹介しているクロステープで、真ん中が布テープ、そして右の透明なのが OPP テープですね。この辺はさすがに見た目も材質も違うのがすぐわかるかなと思います。これってガムテープでしょって思った人いると思います。厳密に言えばガムテープって別のものを指すんですよね。水で濡らして貼り付けるタイプのテープっていうのがガムテープなんです。これは正式には布テープと呼びます。で、OPP テープってなんやねんって思った人もいると思います。OPP っていうのはオリエンテッドポリプロピレンの略称で、ポリプロピレンという素材を引き伸ばして作られたテープ、フィルムということですね。もちろんそれぞれの強みや特徴も違ってくるんですけど、重要なのはそれぞれの用途で何を重視するかですね。まず強度なんですが、クロステープ、OPP テープ、布テープの順番で、粘着力と強度が上がっていきます。で、特徴としてクロステープは手で切れます。こんな感じで手で簡単に直線的に切れます。こういう構造になっていることもあって、他の2つに比べるとちょっと強度が落ちます。布テープも手で簡単にちぎることできるんですが、縦糸と横糸で構成されているので、引っ張られる力に強くて密着するわけですね。これが強度の秘密です。OPP テープも引っ張りの力にはかなり強いです。一度貼ったらしっかり固定されるんですけど、他2つと違って手では簡単に切れません。で、これ聞くと OPP テープ使い勝手悪くないって思っちゃうかなと思うんですけど、当然メリットが OPP テープにもあって、それぞれ実際に段ボールを梱包してみました。3つ見比べてみると
やっぱり透明な OPP テープが一番見た目が綺麗に見えますね。例えばフリマで物が売れて人に送ったりする人とか、そういった人は OPP テープを使う方が多い印象ですね。あとこの OPP テープって耐水性に優れてます。これも大きな特徴で、雨などで濡れてしまう心配がある時にも向いてます。この3つのテープの特徴をもとに使い分け方をまとめました。重量物を梱包する時なんかは布テープ、OPP テープですね。クロステープは軽から重量物の簡易梱包向きです。梱包スピードを重視したい方は手で切れる布テープ、クロステープが向いていますが、人に送るものなどには見た目も綺麗で強度もある OPP テープを使い分けるのがいいでしょう。例えばこの布テープ、DIY のちょっとした時にも役立ちまして、例えば木材を接着する時のクランプが足りない時などに強い粘着力を生かして仮止めができるわけです。ということで、ここからはこれまで紹介したテープの DIY における活用術、こちらを紹介していきたいと思います。まずは養生テープ。こちらは木材加工時のささくれ防止にかなり役立ちます。例えば、ノコギリで木材を切るとき、切断面にささくれが立つことがありますね。切断箇所に養生テープをぐるっと巻いて、その上からカットすると、こんな感じでささくれが出にくくなります。ドリルで穴を開けた後なんかも、このように綺麗。穴開け時に深く掘りすぎたという失敗を防ぐためにも、この深さで止めたいという位置に養生テープを巻き、穴開け時にテープが木材に触れたら目的の深さに達したというガイドとしても活用できます。木材のヤスリ掛けをするとき、使っているうちに破れたり、くしゃくしゃになってしまいますよね。角をヤスってたら破れちゃったなんてことも。そこで紙ヤスリの裏面全体に布テープをあらかじめ貼っておくと破れにくく使いやすくなります。序盤にお伝えした窓ガラスの飛散防止に養生テープを使われる方も多いですが、これ実は間違った方法で使っている人多いです。養生テープをとりあえず窓に貼ってるケースが多く、そもそもこれガラスが割れるのを防ぐのではなく、割れた後に破片が飛び散るのを防ぐためなんですね。つまり養生テープを窓に貼っただけでは意味がなく、プラダンや段ボール、緩衝材などを窓に貼ることでガラス飛散防止対策として完成するわけなんですね。各テープの用途や特徴の違い、よく分かっていただけたでしょうか？ぜひ、今回紹介した内容をもとに、それぞれのテープを活用していただければと思います。この動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。